ホンダ CB1100R 試乗インプレッションアータビ。こんにちは、アーです。今日もアータビ始まりました。今日はですね、私の後ろにあるこちらホンダの CB1100R、 これのね試乗インプレをしたいなと思います。これね、父のバイクなんですけど、ちょっとね仕事で北海道に来ていて、たまたまバイクも持ってきていたので、ちょっと貸してって言って撮らせてもらってます。前にもね一回一緒に走りに行った動画を出したことあるんですけど、父のね愛車になってます。で、結構バイクの試乗インプレって新モデルとか新車って多いんですけど、旧車ってあんまりないなと思って需要あるかちょっとわからないんですけど、この CB1100R とね撮った写真とかアップしたら結構フォロワーさんとか視聴者さんからコメント多いんですよ。なので、お好きな方多いのかなと思って今回撮ってみることにしました。ちゃんとね走ったことなかったので、私も乗り心地楽しみです。じゃあ行ってみましょう。アータビでは実際にね乗っていきたいと思います。また後でね止まった時に車体をインプレしていきます。じゃあ行ってみましょう。普通に走ってるんで普通に走れてますけど、ただねやっぱ乗ってるとバイクがうずうずしてるっていうか、俺のポテンシャルここじゃないぜって言ってるような感覚がしますね今公道なんでねスピードは出さないですけど、これはね出したくなると思うよ。だからといって乗りづらいっていうことは全くなくて、カーブもねひらひらっと曲がっていくんでねすごい楽しいですね。低速になってもガタつくこともないし、ハンドルがねかなり切れるので U ターンもすごく楽だし、アクセルを軽く回すだけでグッと加速してくれるので、コーナーからのね立ち上がりがすごい楽しいですね。あとね全然風を感じないんですよね。だからちゃんとメーターを見てないとすごいスピード出しちゃう気がする、このバイク。調べてたら200キロとか普通に出るらしいですね、このバイクは。私の父がね本当にこの CB1100R が好きで、いくつかエピソードがあるんですけど、 CB1100R はね海外向けに作られてるんですよ。父のこのバイクもドイツから見つけてきたらしくて、探してる範囲がね国内だけじゃないってのがもう本当にね情熱がすごいなと思ってあとねもう一つあるんですけど、前ね父が来た時に CB1100R のパーカーを着てたんですよね。でそんな5000台しかね生産されてない限定車なのにパーカーとか出てるんだと思って、すごい人気だなと思ってたんですけど、後から聞いたらなんか自分で作ったらしくてもうねどんだけ好きなのと思ってでもねそんだけ好きなバイクに出会えるって幸せなことじゃないかなと思って、もう売らずにずっと持っときよって言ってますね私ね実はこのバイク長らく不思議だったんですよね。っていうのも5000台しか生産されていなくて、別にねベストセラーとかヒットモデルっていうわけではないじゃないですか。で海外モデルなので日本に輸入されている台数は5000台よりももっとぐっと低かったはずです。それなのにツーリングにね一緒に行くとこのバイク必ず声かけられるし、 SNS とかでも皆さんやっぱ知ってるんですよね。なんでそんなに知名度あるんだろうってすごい不思議だったんですけど、今回インプレ動画を撮るにあたってその性能だとか開発秘話だとかすごい調べたわけですよ。そしたらいかにホンダがこのバイクに情熱をかけて作ったっていうのがすごく分かって、このバイクはそもそも市販車で争われるプロダクションレースで勝つために開発されたバイクなんですね。もちろん開発陣も本社の開発陣だけじゃなくてレーシングチームも入れて完全にレーサーバイクと同じ状態で進められています。そして生産台数の少なさも市販車と認められる最低の台数しか作られていません。だからヒットさせたい、売りたい、そのような思いではなくレースに勝てる最高のバイクを作る、
その情熱で作られた1台なんですね。発売されたのが今から40年前で、私が生まれる全然前のバイクなので、正直どれぐらいの知名度があったかっていうのは私はわからないんですけれども、ただね、親子でツーリングに行くとこのバイク必ず声かけられるんですよ。だからね、生産台数の割にものすごく知名度が高いっていうのは、それだけ世間にインパクトを与えた1台だったんじゃないかなって私は想像してます。この点に関してはね、私より今見てくださってる視聴者の皆さんの方が詳しいと思うので、よかったらね、こんな感じだったんだよってコメント欄で教えてください。ではまず一周くるっと回ってみます。 CB1100R はホンダがかつて生産していたバイクで、今から約40年前、1981年から1983年までの3年間、約5000台が生産されました。ライン生産ではなく、一台一台手作業で組み立てる組み立て方式で生産されたバイクになります。この CB1100R は1983年のモデルになります。タイヤサイズは前後18インチ、フロントフォークはトップキャップで調節が可能になっています。ライトは81、82、83年のモデルで結構変わっているようですね。ハンドル周りはこんな感じになっています。こちらがキルスイッチとセルスターターですね。メーターは温度計、スピード、回転数の3つのメーターがついています。クラッチレバーは父が変えてるんですけど、これありがたかったですね。純正だったら私届かなかったと思う。左側にはウインカー、チョーク、ライト関係などのスイッチが集中しています。タンクはアルミ製で、容量は26リットル、ハイオクガソリンを使います。シートはタンデムシートと一体型になっているんですけれども、タンデムしないときはね、タンデムシートの上にカバーをつけることができます。ソロで乗るときもすごくかっこよく乗れるし、これはめちゃくちゃいいなって私は思ってます。足回りはこのような感じになっています。デザインがね、本当に良くてカスタムの必要がないなっていう風に感じますね。反対側の足回りはこんな感じになっています。注意書きのシールも英語表記になってますね。これ輸入車だから英語なんですかね。普通は日本語になっているものなんでしょうか。エンジンは 1062cc、 空冷4ストローク、4気筒、 DOHC16 バルブになっています。最高出力は 120PS、 9000回転、最大トルクは 10km、 7500回転になります。単位がニュートンメーターじゃないのが旧車って感じがしますね。ちょっとカウルの隙間からなので見づらくて申し訳ないんですけど、やっぱり4気筒となると迫力がありますね。深みのあるトリコロールカラーがすごくおしゃれですよね。にしても40年前のバイクでここまで綺麗って、多分歴代のオーナーさんに大事にされてきたんでしょうね。足つきはこんな感じになっています。私の身長は160センチ、CB1100R のシート高は795ミリとなっています。またがるとこんな感じです。片足だとべったりとつきますね。起こして水平にしてみると、両足の指の付け根が地面に届く感じになります。スタンドも特に問題なく払えます。片足だとよりしっかりと地面につくことができるので、不安なく乗ることができました。カウルもついているのでバイクはすごく大きく見えるんですけれども、足つきは良好ですね。はい、いかがでしたか。ホンダ CB1100R の試乗インプレでした。普段ね、私アメリカンとかオフロードに乗っているので、すごい新鮮な感じがしました。やっぱこの前傾姿勢になると風とかね全然受けないですし、やっぱねスピード出したくなっちゃうようなバイクでしたね。
そこはね安全運転で自制して楽しんでもらいたいなと思います。私の父がね旧車が好きなので、また機会あったらね借りて乗ってみたいなと思います。やっぱなんだろう、新しいバイクは機能とかもすごく多くて楽しいんですけど、旧車は旧車でねその鼓動感とか自分で操縦しているっていう感じがあって、すごいそれも楽しいですね。あとデザインがすごい可愛いなって思います。なんだろう、このちょっとねレトロな感じの色合いだとか、そういうのがねおしゃれだなって思いますね。私のチャンネルではこんな感じでバイクの試乗動画とかフォトブログ上げています。面白いなと思っていただけました方はチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。